こちらでは25歳の薬剤師、彩香の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、距離の処方箋。愛知県、あま市にある市民病院。鶴田彩香は、この病院の薬局で薬剤師として勤務している。この薬、患者さんに説明するときって、やっぱり朝食後ってはっきり言った方がいいですか？真剣な眼差しでメモを取りながら尋ねてくる後輩、佐藤レオン。彩香は笑みを浮かべて見つめた。真面目で吸収が早くて、でも、ちょっと不器用。そんな彼を教えて3ヶ月。最近では、薬局内でも頼られる存在になりつつある。そうだね。食後すぐにって言った方が伝わりやすいかな。患者さんって意外と、後で飲もうって思っちゃうから。なるほど。メモしときます。レンが小さくうなずき、ノートにさっとペンを走らせる。レンは話を聞くときはいつも、まっすぐに彩香の目を見つめる。その真剣な眼差しに触れるたび、彩香は、ただの先輩と後輩という関係以上の距離を感じてしまい、戸惑っていた。年下なのに、しっかりしてるよね。それによく気が利くし。仕事終わり、二人で片付けをしていると、レンが少し照れくさそうに言った。彩香さん、いつも指導ありがとうございます。彩香さん？唐突に名前を呼ばれて、思わず彩香の動きが止まる。どういたしまして。でも、あなたの指導は私の仕事だし、私にできることなら、何でもするし、教えるから。慌てて返したつもりだったが、自分でも声がどこか甘くなってしまった気がした。その直後、レンが少し間を空けて、ゆっくりと口を開く。じゃあ、一つ、お願いしてもいいですか？何か困っていることでもあるの？実は、明日、僕、誕生日なんです。誰にも言ってなかったんですけど。レンは、少し視線を外しながら続けた。もしよかったら、お祝いしてくれませんか？できれば、二人きりで。思わず、間抜けな声が漏れてしまった。それを聞いたレンは、いたずらが成功したみたいに、口元を緩めた。いや、無理なら全然いいんです。ただ、彩香さんと二人で過ごせたら、すごく嬉しいなって思って。何かを一生懸命ごまかそうとしているその姿に、彩香の胸がキュッと締め付けられる。ずるいな。そんな顔されたら、断れないじゃん。わかった。何時に、どこ行けばいい？いいんですか？私、約束を守るタイプだから。行くって言ったら、ちゃんと行くよ。にこりと笑ってみせると、レンの表情がふわりと明るくなった。ありがとうございます。じゃあ、明日の昼、駅前のカフェでどうですか？オーケー。楽しみにしてる。ドアのガラス越しに、帰り支度を終えた同僚たちが手を振っている。彩香は、軽く手を振り返しながら、心のどこかで、まだふわふわした感覚を持て余していた。二人きりでお祝いしてほしいなんて、あんなストレートに言うなんて。けれど、なぜか悪い気はしなかった。その夜、彩香は自宅でいつものようにゲームを起動したが、なかなか集中できない。上の空で操作ミスを連発しながら、ふと笑ってしまう。ダメだ。完全に気が散ってる。原因は、とっくにわかっている。でも、どこかくすぐったくて。浮かれる自分を抑えようと、コントローラーをキュッと握り直すが、やはりうまくいかない。レンの笑顔は、声が、頭の中をずっと離れない。年下の後輩という肩書きが、明日にはほんの少し、違う意味になるかもしれない。そんな予感は、胸の奥でじんわりと広まっていく。それはまるで、優しい効き目の薬のように、彩香の心を、静かに温めていた。こんにちは。今回はですね、お手元にあるテキスト、距離の処方箋、これの抜粋を一緒に深く見ていきたいと思います。はい。舞台は薬局ですね。先輩の彩香とその後輩の蓮、この2人の関係にちょっと注目してみましょう。で、今回のミッションというかテーマですけど、この短いシーンの中で2人の間のなんか微妙な距離感、これがどう変わるか、そのきっかけを探っていこうかなと
なるほど、面白そうですね。はい。では早速普段の2人の様子から。蓮が朝食後ってはっきり言った方がいいですかって結構真剣に聞いてる場面。ありましたね。それに対して彩香が食後すぐにの方が伝わりやすいかなみたいに丁寧に教えてる。いかにも先輩後輩って感じのやり取りですよね。そうですね。彩香は蓮のこと真面目で吸収は早いけどちょっと不器用かななんて思ってる。そうそう。でもここでちょっと面白いなって思うのが、彩香が蓮のその真剣な目を見て、なんかただの後輩っていうだけじゃない特別な距離感みたいなのを感じて少し戸惑ってるっていう描写ですね。なるほど。なんか年下なのにしっかりしてるなとか、よく気が利くなって、そういう風に彼の存在が彼女の中で少しずつ影響を与え始めてる感じがしますよね。確かにただの指導対象だけじゃないぞみたいな。でそのなんていうか穏やかな日常が仕事終わりにちょっと動くんですよね。はい、来ましたねその場面。蓮がまずいつも指導ありがとうございますって、普通に感謝を伝えた後、不意に彩香さんってここ名前呼び。そう名字じゃなくて名前で呼ぶんですよ。これ彩香じゃなくてもってなりますよね。彼女本当に一瞬動きが止まるくらい驚いてる。いやー、これは大きい変化ですよね。その呼び方一つで。でも蓮はここで終わらない。そうなんですよ。畳みかけるように少し間があって、一つお願いしてもいいですかって。で何を言い出すかと思ったら、翌日が自分の誕生日だと明かすわけです。はいはい。そして確信のセリフですよね。もしよかったらお祝いしてくれませんかまではまだしも、できれば二人きりでって。うわー、来ましたね、ストレートに。かなり直接的ですよね。このお願いの仕方どうですか？いやー、これは効きますよ。まず誕生日に二人きりでっていうこの特別感の演出。はい。それからちょっと照れたような顔を見せつつも要求自体はすごくはっきり伝えてる。このなんていうか甘さとある種の強引さの組み合わせ。絶妙なバランスというか。そうなんです。だから彩香が心の中でずるいな、そんな顔されたら断れないじゃんって思うのもすごくよくわかります。ですよね。しかもその後の蓮のいたずらが成功したみたいに口元を緩めたっていう描写、これはちょっと彼の計算高さというか革新犯的な部分もなんか見え隠れしますよね。なるほど。ただ純粋なだけじゃないかもしれないと。関係性を変えたいっていう強い意志を感じますね、ここには。確かに。で結局彩香はそのお願いを分かったって受け入れるわけですよね。はい。それで翌日駅前のカフェで会う約束をすると。その帰り道同僚に普通に手を振って別れるんですけど、心の中はもうなんかふわふわしてる。落ち着かない感じですね。二人きりでお祝いしてほしいなんて、あんなストレートに言うなんてってぐるぐる考えちゃう。でも決して嫌な感じじゃなくて、むしろちょっと期待してるような。まさに心が動かされてる状態ですよね。それでその夜、自宅でゲームでもしようかなって思うんだけど、蓮の笑顔とか声がちらついて全然集中できない。ダメだ、完全に気が散ってるってもう自覚しちゃってるんですよね。そうなんです。このなんていうか心のざわめき、これこそがまさに距離の処方箋っていうタイトルを象徴してるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。蓮の一連の言葉とか行動が2人の間の心理的な距離を縮めるための、なんか甘いんだけどでも確実に効く処方箋として作用してると。まさにその通りだと思います。年下の後輩っていうその肩書きがもしかしたら明日には少し違う意味を持つかもしれない、そういう予感期待みたいなものを彩香が感じ始めている。そのなんか温かい気持ち、それもいい余韻になってますよね。静かだけど確実な変化の始まりって感じですね。というわけで今回はテキスト距離の処方箋から、職場での先輩後輩という関係性が後輩からの、予期せぬ直接的なアプローチによって変わり始める、そのまさに革新の瞬間を一緒に見てきました。はい。蓮の誕生日のお願いが彩香の心にさざ波を立てた様子、すごく印象的でしたね。最後まで聞いていただきありがとうございます。彩香のプロフィールはこちらです。趣味はゲーム、知性的な理系女子、25歳の薬剤師です。彼女のイラストギャラリーとショートアニメ動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずり
で配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にも、いいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。